こんばんは。夫婦深夜トーク。こんばんは。間違えた。やっちゃしまった。せーの。こんばんは。セイゴ&ブレンです。で、今日はこんばんは第10夜。とうとう2桁突入。今週は何したかな。今週は仕事が忙しかった。そうお互い仕事が今すごく忙しくて、なかなか YouTube 動画を撮れず、今週はちょっと無理だったね。無理だった、まあ来週からはもしかしたら、ちょっと上げられると思うので、まあ、待ってる方はもうちょっと待っててください。すいませんね。ね。あとはね、最近はなんかその塊魂っていうゲーム、魂もうねそれをやってるね、最近は。安くなってたから買ったよね。そうブレンが買ってくれた。まあ意外と面白い。意外じゃないけど。いや最初はねすごくなんかもうイライラしながらさ、最後はもうやりたくないって言ってそうお前やだっつってプンプンだったね。そうでもなんか次の日ちょっと冷静になってやってみたら案外面白かったっていう。はい、案外ね、結構面白かったです。面白かったね。ってな感じだね。はい。で今日もまた質問を答えていきます。はい。で質問は今回もインスタグラムのストーリーから、集めたので、そこからやっていきます。はい。おもちゃ持ってきた？持ってきちゃったの？ちょうど見えないよね、いつも持ってくるところ。後で遊ぼうね。今撮影してるから待っててください。ね。かわいいな。じゃあアッシュがいたから、アッシュの質問ね。アッシュのお仲間さん育てる飼う予定ありますか？そうね、なんかもうちょっと落ち着いたら、アッシュに友達を増やしてあげてもいいかなって思ってます。はい、アッシュは喜ぶかな。そう分かんないんだよね。なんか結構一人で遊ぶのが上手だからさ、どうだろうね。でもなんかね、俺もアッシュねだけを可愛がってあげたいっていう気持ちもあるし、でももう一匹欲しいっていう気持ちもあるよね。ある。でもアッシュはそれでね、喧嘩とか言い場なんか逆にストレスになっちゃったらどうだろうね。かわいそうだな。一人が好きそうなんだもんだって。ね。今ねおもちゃで遊んでるから。部屋を決めるときに気をつけたここは譲れないみたいなポイントはありますか？アメリカの家だと洗濯機がついてるかついてないかは結構重要じゃない？だって前の家はさ洗濯機ついてなくて歩いてちょっと5分10分かけて洗濯物運んで洗濯したりとかしてたから。めんどくさかったね。めんどくさい。よく1年も住んでたよね。2年だよ。2年か。よく2年洗濯機やってたよそこで。でコインでねやってたし、それと、あとはなんだろうね。キッチンがある程度広いこと。前の家ちっちゃかったもんね。ちょっと綺麗だったけどね。そうあとはやっぱりなんかお風呂とか洗面台と、あとはキッチンとか水回りだよね。見るよね。そこ重要かも。ここ洗面台がちっちゃいけどね。そうここはねキッチンが広い代わりに洗面台がちっちゃい。そこはちょっとマイナスポイントだけど、次のためのね課題。そうだね。おならしたんじゃないやし。じゃあ相談だね。好きな人があまりスキンシップが好きではありません。そんな時はどうしたらいいですか？スキンシップが好きじゃない。どうなんだろうね。人の前にいる時かな、それとも全部かな。ね、なんかちょっとね難しいよね。なんか一人にとってスキンシップがすごく大事、だけどもう一人はそこまでなんかいらないって思ってるかもね。人それぞれだと思うけど。そうね。でもそれは分かんないかも。なんか俺らはねスキンシップ
別に嫌じゃないタイプの人たちだから、その嫌な人の気持ちがね、なんで嫌なんだろう。恥ずかしいとかかな、ちょっと照れくさいとかの気持ちもあるのかな。ね、まあやっぱりこういうのも話した方がいいんじゃない？そうだね。その人と直接、なんかね難しいかもしれないけど、話した方が一番いいんじゃない？なんでスキンシップ嫌なのとか言ったらなんか意外とちゃんとした理由があるかもしれないから、そしたらね、それ聞いたらなんかオッケーって納得するかもしれないし、聞いてみたらいいかもね。中学生の息子がですね、毛が靴下に絡まって痛いと言って旦那のひげ剃りで剃ってるんですが、どう処理してますか？私は永久脱毛しているので息子にもさせてあげた方がいいのか、1回だけ除毛剤も使いましたが男の子なので剛毛で、だって自分は靴下に絡まるほど剛毛じゃないんだけど、でもたまに引っかかって痛ってなるから気持ちはわかるね。俺もそんな感じだね。なんか一回自分もね、大学の時にさ、足の毛をさこうやってカミソリで全部剃ったことがある、なんか嫌だった時期があってさ、なんかほら韓国のスターとかってみんなさツルツルじゃん体ね、永久脱毛だもんね。その時なんかさ K-POP にハマってたから俺もああなりたいと思って剃ったんだよね。でもなんかあれって結構リスクが高い。なんか剃っちゃうとその逆にこうやって剃ったりとかしたら皮膚がね傷んじゃって赤くなったりもするし、あとその変に切っちゃったらそこからばい菌が入って毛穴が詰まったりとかして、なんかちょっとニキビみたいにプツプツってできたり、自分の場合は結構ほら肌が弱いから、なんかあとほら男性の男性だけじゃないけど男性の毛が結構太いから、難しいね。自分はもうなんか剃るのは怖いと思ったね。一回それでちょっと大きい病気っていうかさ、出来物ができちゃったから、そっからばい菌が入っちゃってなんかね、ちょっとメス入れてぐらいのまでいっちゃったからさ、それが怖いからあんましおすすめはしないかな。だから切っちゃえばいいんだよ、ハサミで。ちょっと足のね靴下のところだけ毛を短くすればいいんだよ、剃らないで。ハサミでもあとバリカンみたいなものでもいいんじゃない？それがいいかも。そうかもね。あと永久脱毛が一番そうだね、やりたいんだったら永久脱毛いいかもね。筋トレしてますか？してません。してませんね。今忙しくて。そう仕事が忙しいプラス、あと自分はもうコロナウイルスのこの状況でジムが行けなくなったことからもうルーティンが崩れてしまったって感じ。家で頑張ってたのにね。あとはなんかその仕事のスケジュール、時間がちょっと面倒くさい時間になっちゃったから、ジムに行く時間がブレンとかぶらなくなったっていうのもあるし、なんか2人で行ってた時はちゃんと行ってたよね、一時期だけど。次の質問はこれは多分前の前ぐらいに質問してくれた方なんですけど、この前相談させてもらったものです。その後友達一人にカミングアウト相談に近いことをしました。開放感すごくて言ってよかったなって思います。アドバイスありがとうございました。ペンネーム Y より。よかったね、すごいね。カミングアウトってやっぱりすごくなんだろう、勇気がいるっていうかさ、でもやっぱり、そのね開放感、感じることができて本当よかったね。それはあると思う。だってそれがスタートじゃん、なんかね。そうあとはなんかそのカミングアウトする方も結構なんだろう大変だし、もちろんされる側も心の準備ができてなかったりしてびっくりすることはあると思うんだけど、いつかねこの今見てる人たちが誰かからカミングアウトされる側になるかもしれないし、見てる人の中からカミングアウトされましたっていう人も何人かねいるんだよね。だからその時に何だろう、心の準備をしといてってわけじゃないけど、なんかあなたがなんかその人の初めてのカミングアウトの人になる可能性っていうのもあるから、なんだろう、優しく受け入れてほしいなってのを思うね。なんか自分たちの場合はその最初のカミングアウトが結構良かった
っていうか友達うんがなんかすごく受け入れてくれたし、なんかそのイメージが強いから結構カミングアウトをなんかどんどん周りにできるようになってったんだよね。うんでもなんかもしそれがちょっと怖いイメージだったらカミングアウトが怖くなっちゃったりとかするから、まあ、されてね驚いたりとかする人もいるかもしれないけど、まあ優しく、見守ってほしいなと思います、でもこの人本当にね、よかったね。まあね、多分この時言ったアドバイスはまあ友達でなんか話せそうな人を見つけて言った方がいいんじゃないとアドバイスしたと思うけど、本当にねそれがいいと思うんだよね。そう大体なんか友達の中でもさ、この子は言って大丈夫、この子はちょっとわからないそうってのが大体わかるじゃん、友達の中だと。でそれで勝手に決めつけるのもちょっと申し訳ないんだけど、でもやっぱり最初はそういう風にして、なんか言いやすい子とか言っても絶対この子は何も言ってこないなっていう子を、探って言った方が結構いいのかなと思います。はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。はい、で今日みたいにまたいろいろ質問をこんばんはで答えていくので、もし何か質問があったら私たちの E メールの方、あとは SNS のどっからでもいいので質問飛ばしてください。はい、あと多分また来週ね、インスタのストーリーズにその質問の欄を入れるので、ぜひそれに答えてください。本当にね、みんないつもいろんな質問してくれてありがとうございます。ということで、じゃあもしこの動画面白いと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録お願いします。はい、あとは概要欄の SNS、ブログ、グッズなどなどのチェックお願いします。はい、では皆さんいい夢を。おやすみなさい。